皆さんこんにちは。日本語教師のココです。日本は今秋です。暑い夏がやっと終わって涼しい風が吹くようになりました。皆さんは秋といえば何を思い浮かべますか？日本の秋は気候がちょうどよく、何をするにもいい季節です。それで〇〇の秋という言葉がよく使われます。〇〇の秋についての動画を作ったのですが、見ていただけましたでしょうか？今回は〇〇の秋について話します。動画では5つの〇〇の秋を紹介しました。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、紅葉の秋、芸術の秋です。秋といえば食べ物が美味しい季節です。また暑い夏が終わって涼しくなり食欲が増すので食欲の秋とよく言われます。サンマ、松茸などのキノコ、さつまいも、栗、柿、梨、ぶどうなどが秋の美味しい食べ物です。これらを秋の旬の食べ物、旬の野菜、旬の果物、旬のフルーツと言います。旬とは魚、野菜、果物などの味が最も良い時期のことです。サンマは今が旬だ。もうその食べ物の旬は過ぎたなどと言います。松茸を食べたことがありますか？松茸は独特な香りがある高級なキノコです。あまり取ることができないため値段が高いです。私は松茸ご飯で少しだけ松茸が入っているものを食べたぐらいで、ほとんど食べたことがありません。一度ちゃんと食べてみたいです。動画では食欲の秋でフルーツ狩り、紅葉の秋でもみじ狩りを紹介しました。2つに使われている狩りとは、もともと鳥などを捕まえること、ハンティングすることです。モンハンとも言われるモンスターハンターというゲームを知っていますか？プレイヤーのハンターが巨大なモンスターを捕まえていくゲームです。そのゲームで使われているのが一狩り行こうぜというキャッチコピーです。モンスターを狩りに行きます。狩り、ハンティングですね。この狩りという言葉を使ってフルーツ狩り、もみじ狩りも言うことができます。まずフルーツ狩りはフルーツを育てている農園で自分でフルーツを取ってその場で食べたり持って帰ったりすることです。取れたて、取ったばかりのフルーツを食べられます。ぶどう狩り、梨狩りなどいろいろあります。春のフルーツ狩りといえばいちご狩りで、私も行ったことがあります。取ったいちごをそのまま食べられるので面白いし、もちろん美味しいですが、実際にはいちごだけをそんなにたくさん食べられません。思っていたほど食べられなかった記憶があります。なので私はフルーツ狩りは1回行って満足しました。フルーツ狩りの狩りは山や海に出かけて食べ物を取ることです。フルーツ狩りの他には山で松茸などのキノコを取るキノコ狩り、海で貝を取る潮干狩りなどがあります。次はもみじ狩りです。もみじ狩りはもみじ、紅葉を見に行くことです。秋は木の葉が紅色、赤っぽい色になってとっても綺麗です。もみじ狩りの狩りは山などに行って花などの自然の美しさを鑑賞することです。狩りにはたくさん意味があって面白いですね。動画では紅葉の名所として京都の嵐山、栃木の日光、大分の耶馬渓を紹介しました。他にもたくさんあるので、もし紅葉シーズンに日本にいれば紅葉が綺麗なところを調べて、ぜひもみじ狩りに行ってみてください。もみじ狩りに行ったらたくさん写真を撮ると思います。皆さんの国では写真を撮るとき何と言いますか？動画では紅葉の中で写真を撮っているジョバがハイチーズと言っていました。写真を撮る相手を笑顔にするために英語で Say Cheese ということから日本では Hi Cheese というようになりました。
韓国ではキムチと言って笑顔を作ると知ったとき、国によって違って面白いなぁと思いました。皆さんの国では何と言いますか？写真を撮るときの面白い言葉があればぜひ教えてください。動画で紹介した5つの〇〇の秋の他にも、おしゃれの秋、睡眠の秋、勉強の秋などがあります。秋はおしゃれをするのが楽しい季節です。夏は暑いので T シャツなど1枚を着ることが多いですが、秋は涼しくなり重ね着することができます。重ね着とは何かの上に重ねてカーディガンなどを着ることです。服や色の組み合わせを考えることができるので、おしゃれをするのが楽しくなります。また、秋といえばブラウン、ボルド、濃い赤色など秋特有の色がありますよね。秋になってこのような色の服が売ってあるのを見ると、おしゃれしたいなという気持ちになります。動画でも紹介しましたが、涼しくなる秋は読書に集中することができる季節で、読書の秋と言われます。しかし動画ではジョバが読書している最中に寝てしまいました。睡眠の秋です。秋は気候がちょうどいいので、ついうとうとしてしまいますよね。うとうととは眠い時や眠りが浅い時に使うオノマトペです。本を読みながらうとうとしていた。会議中にうとうとしてしまい上司に注意されたなどと言います。私も最近よく昼寝をしています。窓を開けて涼しい風が入ってくる中で昼寝をするのはもう本当に最高です。夜も寝やすくなってたくさん寝ています。睡眠の秋を満喫中です。また、秋は読書と同じく勉強もはかどる季節です。皆さん、日本語の勉強ははかどっていますか？進んでいますか？最後に日本語の文法について話します。今回のポッドキャストと〇〇の秋の動画では、何々といえばという文法をたくさん使いました。秋といえば何を思い浮かべますか？秋といえばサンマが美味しいなどです。今回のテーマのように何かについて思い浮かべること、思いつくことを話すときよく使います。日本食と聞いたらお寿司を思い浮かべます。日本食といえばお寿司。日本の春と聞いたら桜を思い浮かべます。日本の春といえば桜。このように使います。皆さんは秋といえば何を思い浮かべますか？何の秋を満喫していますか？秋がない国にいる方は日本にいたら何を楽しみたいですか？読書の秋を楽しんでいる、おしゃれの秋を楽しんでいる、栗ご飯を食べたい、京都に紅葉を見に行きたいなど、ぜひコメント欄で教えてください。最後までお聞きいただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。